はようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はキャンプ場からお届けします。質問&リクエストフォームから取り上げます。いつも動画拝聴しております。さて、購入3年目のマーチントリプルオニッパチのグローバー製オープンバックペグの4弦のみ、ある程度テンションがかかると硬く回りにくくなりました。ネジ類の緩みも特になく、日々ストレスで分解パーツクリーナー洗浄、それでもダメならウレアグリスでも塗布しようか思案してます。ペグの日々のメンテ、グリスの可否、交換等のお話を動画で取り上げていただければ幸いです。はい、ですね、以前にアップしました動画で修理どうでしょうナンバー58番、これをご参照ください。基本的にグリスの塗布でダメなら新品に交換するしかないんですけれど、それが一番手っ取り早いっちゃ手っ取り早いですね。ということでサクッと次に行きます。こんにちは。いつも面白い動画をありがとうございます。もう30年以上も連れ添っているアイバニーズ RG のネックについてなのですが、ウィザード3というネックが非常に薄いため、季節によって反り具合が変わって音詰まりが急に出るようになったりして困っています。最近のものは長手方向のラミネート加工などで反り対策が施されていますが、このモデルは3フレット付近でジョイントしてあるだけなので見るからに反りやすそうな感じです。ネックの状態を安定させる良い方法はありますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと失礼。ノンアルコールですからね。まず3フレット付近で接着してあるっていうのはスカーフジョイントって呼ばれるものだと思います。ネックに角度がついてるものに対して2、3フレット付近までの木と、あとそのヘッドのところで、木材を接着してるんですね。それがスカーフジョイントって呼ばれるやつですね。でこれに関しては反りには関係ないです。ネックヘッド折れ、ネックに角度がついているところでバキッてネックが折れちゃうことってありますよね。でその対策ですね。木取りによって折れる力に対して強くなるので折れにくくなるっていうような対策のためにスカーフジョイントっていうのが採用されてますね。それから、ラミネート構造、3ピースや複数ピースで構成されているネックっていうのは確かに反りには強いんですけれどデメリットもあるんですよ。完成した当時は全然問題ないんですね。10年20年っていう風に長い年月を経ていくと、この複数ピースで構成されたネックっていうのはピースとピースの接着剤が劣化してきて剥がれやすくなったり、実際少しだけ隙間が空いてるのとか見かけますし、たまにですけどね。であとはですね、ピースとピースの接着面のところを指でなぞってみると段差ができてきたりするんですよ。同じ材を使ってるものに対してはあんまり起こらないんですけれど、マホガニーが挟んであったりとかメープル材だとか23種類の材木を複数使ってるものに関してはそれぞれの木材の収縮率が違ってくるので、10年20年っていう風な年月が経てば経つほどそういうところに段差ができるものはできてきちゃいますね。それでネックの状態を安定させる方法っていうのは、湿度とか気温とかの環境の管理をしっかりする以外にはないんじゃないかなと思います。もうあとはそうですね、もし本当にやろうとするんであれば一旦指板を剥がしてカーボンロッドをトラスロッドの両脇に1本ずつ仕込むとか、そういう風なネック自体の強度を上げてあげるしかないと思います。そんなところですね。はい。では次、塗装に色移りした時の対処動画を拝見しました。ところで色移りではないんですが、白塗装が黄ばんだ場合、その黄ばみをどうやって落としていますか。ネットでワイドハイター EX を使う方法があったので試したんですがダメでした。このネットでワイドハイターっていうのを自分も検索してみました。
そしたら白いテーブルで塗装はウレタン塗装って書いてあって、その白いテーブルのところに黄ばんだテーブルだったんですけど、キッチンペーパーをこう敷き詰めて、でこのワイドハイターをこうジャーっと湿らせて、キッチンペーパーにそれで数日間置いた状態にしてあげると、結構ね黄ばみが取れてた記事を見たんですよ。この方はそのワイドハイターを使う方法を試したんだけどダメだったって書いてあるんですよね。当然ながら多分ラッカーじゃダメだと思うんですよね。まずポリウレタン、ポリエステルであればアルコールも全然大丈夫ですし、ガソリンをね使ってもね確かね耐性があるはずです。黄ばむ原因っていうのは紫外線とかで白色の部分まで黄ばみが出てきちゃうと思うんですよ。このワイドハイターっていう方法はもっとねなんかいろいろこう試行錯誤してうまく白くなるんであれば、これはこれですごい発見ですよね。1回でダメだったんであればもう1回チャレンジしてもらうとか、なんかね私が見たそのワイドハイターを使うその記事は、ワイドハイターがすぐこう蒸発していかないようにラッピングしてました。でそれで数日間置いた結果白くなってましたね。何飲んでんの？バナナジュース？ね、二人とも同じだよ。もう同じ。うまい。喉乾いた？おいしい。こんにちは。ということでトップコートの要は無色透明であるトップコート部分自体が黄ばむってこともあると思いますし、その白色っていうその白の色自体が黄ばんでくるっていうこともあると思うので、削ってっても黄ばみは取れないと思うんですよね。オールリフィニッシュするしかないと思います。上塗りで今ある塗装の上からもう一度白を塗って、でクリアコートを塗ってもいいですし、そうするとまあ塗装が厚くなってしまうので、もし気になる方は完全に生地まで塗装を落として、それでリフィニッシュですよね。黄ばみってピックガードとか外すと真っ白の塗装と黄ばんでる塗装のねその差っていうのがよくわかると思うんですよ。水研ぎでこういくらねこう削ってこう水研ぎをしていっても全然ね黄ばみっていうのは取れないです。はい、ということでこのワイドハイターはちょっと気になった生地なんで、もし白色でポリウレタンかポリエステル塗装のものがあって、黄ばんでるものがあればやってみたいと思います。もちろんお客さんのものだとちょっとね、失敗したらダメですから、実験材料にできるものがタイミングよくあればちょっと試してみたいと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。